私が愛した積みゲー。早速2回目を始めましょう。今回は評価が怪しいゲームを紹介してまいります。そんなラインナップで大丈夫か？大丈夫だ。問題ない。それはダメなやつ。おそらくハンターのスカウトを受けた者たちだ。面構えが違う。可能な限りゲームをけなすのではなく、そのゲームの良さを伝えられるよう心がけたい。あとは高評価だけどレビュー数が少なくて便宜上こちらに入っているケースもあります。いわゆる隠れた名作枠ですね。発掘できたら投稿者冥利に尽きるってもんよ。では最初はパズルゲームから。爽快パズルゲームロボックス。まず皆さんにお伝えしたいのが、タイトルの正しい発音がわからないってことです。ゲームについてはトレーラー映像を見ていただくのが早いでしょう。スクリーンショットだけだとこのゲームの良さが全く伝わらないのだ。ブロックの砕ける音まで含めて爽快感のあるパズルと言えるだろう。次は危険なドライブゲーム。キメロ大技トラクションコントロール。このゲームはアニモに期待できそうだと思っています。レースゲームって感じではない。ジャンプ中の車の制御がかなり柔軟です。おそらく物理的にはおかしいんだけど、アスファルト9でいうレールトリック、その発展系がこのゲームのポイントかな。アーリーアクセスで今後に期待が持てる。しかしこのゲーム1年以上アップデなし。デモ版もあるけど購入した。私は信じて待つよ。次は多分私には理解できない世界観。不自由に跳ね回れマウンドアップ&スクワーミング。これは後ろ手に縛られた兄貴が跳ねるゲームだ。ちょっと何言ってるかわからない。この兄貴の身体能力は抜群で、素晴らしい跳躍で移動が可能なのだ。ちなみにバウンドアップって縛られたという意味なんですね。あ、バインドの過去形なのか。跳ねる方のバウンドかと。それはバウンス。そしてスクアームがうごめくという意味。縛られてうごめく。とんでもねえタイトルだ。次はワンオペ交通整理の限界。俺は悪くねえクロッシングガード上。この画像からしてすでに不穏なんですが、森崎くんみたいに吹っ飛んでる子がいますね。このゲームでは交差点警備員のジョーが己の限界に挑む。なかなかのマッチョメン。ドリフトしながら巻き込みに来てる。人の心はないみたいだね。だからといって待たせすぎるとこが切れる。交差点警備員は辛いぜ。次は宿屋の地下の話。宿屋の地下に何がある？インキーパーツベースメント。どうやらデッキビルドとマインスイーパー、これを組み合わせたゲームのようです。面白い予感がビンビンするぜ。このゲームは日本語に対応していないのですが、X Unity をオートトランスレーターで自動翻訳できそうでした。できれば日本語で遊びたいね。次は成長するキーボード。キーボード叩いてますか？散歩するキーボード使い。皆さんはタッチタイプできますでしょうか？私はできます。うぜえ。このゲームの未完成のキーボードという概念、これがいいですね。キーが歯抜けになってる。最初は押せるキーが少ないが、キーを入手するごとに選択肢が広がる。物語の進行に合わせてタッチタイプの技術も向上するんですね。なるほど、龍一。しかもこのゲーム無料で遊べちゃいます。それさあみんなでレッツタイピン。次は古き良きアーケード感。レトロの波に酔いしれろアウトエーム。カーチェイスのゲーム、雰囲気はいいけどボリュームは価格相応かな。安かろう悪かろうってほどでもないが、お値段以上って感じでもない。セールなら100円未満で買えるし、積みゲーマーが手を出しやすいかな。次は私の語彙力向上も兼ねて。ひらめけ知らない文字の組み合わせ。言葉のパズル文字ぴったんアンコール。これは Steam で売れてないってだけでまごうことなき名作ですね。隠れてない名作。むしろ Steam でも売ってるんだというのをね、僕は世に知らしめたいわけですよ。いろんな単語を覚えて動画の字幕にも活かしていきたいですね。日々勉強だね。次は日本語が若干怪しい。湖に帰るためのサーモンラン。帰らなさい鮭さん。まず鮭か鮭かで迷いました。どうでもよくない。ここは犬巻先輩リスペクトで鮭とします。ゲームのジャンルとしては都合字の系譜でしょうか。無料で遊べるのは強みね。ダウンロードコンテンツを買うことでお布施もできますね。私は無料で遊ばせていただきます。次はボールを蹴る何かだ。サッカーへの興味はない。ビホールドザキックメン。世界中で親しまれているサッカーという競技を全く理解せず、興味もない人が作ったゲームだ。全く理解してない割にはそれっぽい。フィールドが円形なのは疑問だ。このゲームは熱いストーリーモードも搭載している。自動翻訳はできなかったよ。翻訳の都合がつけば遊んでみたいですね。ま、ファナティカルで無料でもらったんだけどね。次は危険が危ないゲーム。意味の重複が気になる。根性で栄光をつかみ取れガッツ&グローリー。こいつはね、やべえゲームでございやすよ。画像見りゃわかる。ここは紛争地域かよ。そんな中を自転車で駆け抜けるのはおかしい。そういうルールなんで。倫理観が皆無かよ。お、フラットアウトリスペクト。こういうゲームが好きなんだな。ただし語話表現は NG だ。オプション設定で無効にできます。ゲームとしては制限時間内に目的地に着けば OK。理不尽なトラップには要注意。
はい次、スケボーです。ハイスピードスケボーアクション、おりおり。スケートボードで滑りながらトリックを決めてポイントを稼ぐゲームです。個人的にはトライアル付けかな。理想を求めればリトライは必須。ちなみに続編のオリオリ2も持ってます。オリオリワールドもあるよ。スケボー三昧。次は日本の国技。特に理由はない。力士が強いのは当たり前。時間を逆行。相撲ワン。主人公の力士は少しフラフラしている。上半身に比べて下半身が貧弱すぎるだろう。まさかこの語録がバッチリハマるゲームが存在するとは。そしてまさかのアクションゲーム。力士のバランスを崩すトラップは多数。しかも転ぶと立ち上がれないのである。しかし、この力士には時間を逆行する能力がある。ネタ的には罪防止機能だね。高難度のゴリ押しでクリアだ。力士が強いのは当たり前。次はなんか騎士官が見た目に騙されるな。太陽の勇士。ところでこの画像を見てくれ。こいつをどう思う？すごくスマホの広告です。でもこのゲーム、戦略シミュレーションとして完成度が高め。結構よくできてるのよ。ゲーム自体は拾えるスキル次第の運ゲー的な部分も。街の永続強化要素はいいですね。デモ版には街がないからガチで運ゲーでした。いいスキル引けたらすんなり勝てるね。スキル選択はすごく迷う。厳密には石板ね。まあ嬉しい悩みとも言えますけどね。次は Steam で販売停止済みのゲーム。ダメなら何度でもやり直せ。リーキーブラインダーズマスターマインド。マスターマインドとは脳内で複雑なシナリオを企てるトミーの能力である。誰だよ。つまりこのゲームはトミーの妄想をいい感じにするゲームだ。間違ってはないけど、あくまで脳内パズルなのでダメだと思ったら巻き戻せる。さっきの力士を思い出すぞ。力士と違うのは複数の人物を同時進行で操作すること。忙しくてわちゃわちゃしそう。例えば一人が扉を開けるスイッチを押しに行く。時間を戻してもう一人を扉に向かわせる。そんな感じで行動の最適化を試行錯誤するゲームだ。私は割と好きなジャンルですね。実写ドラマが原作とあってストーリーも楽しめそうだ。日本語にも対応していますね。次は馬のゲーム。競馬シミュレーションゲーム。ウィニングポストライン2022。馬券は買わないですけど、競馬は結構好きなんですよね。馬娘は直樹です。決闘の知識とかはないけど、自分なりの縛りを作って遊ぶのが楽しいですね。他にも8の2017と2018も持ってるよ。ウイニングポストワールド2010も中古で買ったぞ。次は花江夏樹兄貴もプレイ済み。速さが足りない男たち。ホットショットレーシング。ローポリなグラフィックだけど、アニメーションは滑らかでいいね。私はそこまでリアルさは求めてないので、こういうのでいいんだよって感じですね。これはドライバーのマーカス。スーツの色が派手だ。パトカーにも乗れるらしい。アスファルト9にもありましたね。次も販売停止したゲーム。登り続けろオンリーアップ。このゲームの販売ページですが、もはやゲームのタイトルすら原型をとどめていない。なんとか滑り込みで購入した私は、今でもプレイできることを確認しています。ゲームは坪内リスペクト、三人称視点なのな特徴でしょうか。今となっては遊べる人も限られるゲームですので、いずれプレイ実況したいですね。次は無料のコンバットレース。文字通りのサバイバルです。フラッシュアウト 3D エンハンスドエディション。10年以上前のゲームですが、無料で公開してくれるのはありがたい。浮遊する機体で周回するので F0 みたいな感じでしょうか。無料なのにレビュー数も少ないので、微力ながらこちらから紹介させていただきました。次は錬金術のゲーム。生み出せ魔法のポーションアルケミーガーデン。錬金術であれするゲームである。なんか雰囲気はわかる。完成したらお店で売ったりできそうです。押村区は日本語見たいよ。作物を育てたり探検したりスローライフを送れそうなゲームですね。次はバイクのあれ。比較的楽な試練アーバントライアルプレイグラウンド。まず本家のトライアルズシリーズは UBI ソフトの回で紹介します。これはフォロワー作品かな。本家よりも難しくないということでガバゲーマーは買ってみました。少しずつバイクゲームに慣れて、いずれは本家も楽しめるようになりたいものです。シリーズ作品はバッチリ購入済みだ。思う存分バイクに乗ろう。次は正直よくわからない。コロンビアリスペクトハンドボール17。コロンビアってなんだよ。なんかポーズが似てたとしか。自慢じゃないが、私はハンドボールのルールを知らない。なぜ買うのか。安かった。私はゲームを通じてハンドボールのルールを覚えようと思ったのです。物はいいようだ。この体のどこかに当たってくれ感好き。ゴールは狭いし駆け引きみたいなのありそう。どうやらキャリアモードで選手育成ができる。ガバプレイヤー作ってみっか。
次もスポーツゲーム。目指せ新記録サマーゲームスヒーローズ。無料で遊べるんだけど、全種目遊ぶならダウンロードコンテンツが必須です。オリンピックを題材にしたゲームでしょうね。実況動画との相性はいいと思う。いろんな種目が楽しめるゲームは他にも何本かチェックしています。これ系のゲーム、定期的にやりたくなりますね。次は建設とスタントの融合。自分で作って自分で渡れブリッジコンストラクタースタント。基本的に橋建設ゲームは建設し終わったら自動運転うまくいくかを見守るゲームです。しかしスタントバージョンは違う。自分で運転できるんです。プレイスキルで無理やりクリアできるかも。クオーぶつかる。ここでアクセル全開。インド人を右に。トラック爆破していよう。ところでこのシリーズたくさんありすぎるんですよね。加えてレイジにトリブリッジシリーズ。ああもうめちゃくちゃだよ。これで橋建設ゲームには困らないね。次はシェンムーリスペクト。特に理由はない。フォークリフトに乗りたいだけ。フォークリフトレーサー。このゲームは無料でフォークリフトに乗れちまうんだ。最高に入ったやつだ。私はもうそれだけで十分だよ。フォークリフトへの愛が深すぎる。次は4輪バギー。キメロエアートリック ATV ドリフト&トリック。最初の画像からね、このゲームの楽しさが伝わってくるようだ。評価は賛否両論だけど、面白い絵は撮れるんじゃないかな。動画投稿者視点。ショート動画のネタにしたいものですね。ポテンシャルは秘めてるはず。最後はまたまたオリンピックだ。こっちはちゃんと公式だ。東京2020オリンピックオフィシャルビデオゲーム。全18種目から遊ぶことができます。これはサッカー。カジュアルな服装だね。自分のアバターを作成できるから、どうしてもネタに走る人が。マラソンのコスプレかな。唐沢俊明。確かにウッディに似てるけども。いずれ私もスーパープレイを見せてやる。ガガプレイの間違いでしょう。以上で Steam 編のゲーム紹介は終わりです。合わせて54本ですか。長くなりましたね。次回からはエピック編が始まります。改めて積みゲーの多さに困惑する。紹介できる本数が多いのは悪いことじゃない。そう思うようにします。ということで今回の動画はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。